森林科学専攻の遠藤です。本日は樹木と土壌間でのセシウムの動態というタイトルで、森林での話をします。よろしくお願いします。まずなぜ樹木なのかという、なぜ樹木に注目するのかということですが、福島第一原子力発電所の事故によって多くの放射性セシウムが降下した福島県は、その面積の約 70% を森林が占めます。でまたそのうち、杉やヒノキなどの人工林が 35% を占めることからも、林業への影響として、樹木内での放射性セシウムの動態を把握することが必要と考えます。また、森林は、山間部に多く、山間部を起点とした、河川によるセシウムの輸送を考えますと、森林生態系全体でのセシウムの動態を把握することも重要と考えます。森林生態系でのセシウムの動態を把握するために、私たちは2012年から福島県伊達市の霊山町の森林を含む上小国川流域で調査を行っています。でこの場所は福島第一原子力発電所からここに出てませんが、北西に約50キロの地域です。で空間線量はこのようになっていて、セシウムの沈着量は10万から30万ベクレルパー平方メートルと報告されています。でここで放射性セシウムの水による移動や生物群衆を介した、拡散に着目した観測調査を続けています。ここでこれまでに研究代表者である大手さんが研究全体についての報告をこの報告会で過去2回ほど報告しているので、今回の報告会では私は樹幹から林床への移行と樹木根茎からでの吸収に絞って新しい知見を最近得られた知見を報告していきたいと思います。ではまず樹幹から林床への移行について話します。森林内で放射性セシウムはどのように地上部へ移行するのかということですが、森林内でセシウムは複数の経路で移行しています。例えば雨が降った時に発生するこの林内雨や樹幹流といった水の移動とともにセシウムが移行したり、また落葉や落石であるリターフォールによって地上に落ちていきます。でリターフォールを調べる際に樹木が落葉するかどうかというのは樹種によって異なります。で例えば落葉広葉樹は事故当時の3月上旬にはまだ葉が転葉していなかったため、セシウムは主に樹皮や枝、また土壌表面に直接沈着しました。一方で常緑樹である杉などの樹木では樹幹に葉があったためにセシウムは主に樹幹に捕捉されていました。また森林内での調査ではその他に雨の多い時期や秋の落葉期などの季節変化があるということから季節性も考慮に入れる必要があります。これらのことから年間に一つの経路のみだったり、あと一つの森林タイプのみ、またはある特定の時期だけに資料を採取しただけでは年間にどれぐらい樹幹からセシウムが移行しているかっていうのは分からないので、私たちは福島県内の異なる森林タイプで定期的に複数の経路による樹幹からの移行をするサンプルを採取してその移行量年間に森林の樹幹から林床に降下するセシウム量を把握することを行っています。ではその調査地の森林プロットの概要です。調査地に落葉広葉樹根高林に2プロット、杉人工林に1プロットの調査地を設けています。で落葉広葉樹根高林ではこのように代表的な樹種としてコナラ、ケヤキやシデ類、カエデや常緑樹であるアカマツも数本生えています。でここにこの森林
のプロットの中にリタイホールの採取として写真のようなリタートラップを設置して、積雪時を除く約月1回行って、葉っぱの回収を行っています。で、林内は樹幹流の採集として、林内にこのような、ボトルを置いたり、あと、樹幹流を採取するために、このような、仕組みを作って、これも約月1回採水を行っています。で、リターホールに関しては樹種ごとに分けた、結果などもあるんですが、今回は、もうちょっと詳細は省きまして、事故から2年後の、セシウムの年間移行量の、総量を示していきます。で、事故から2年後に、落葉広葉樹根高林で、樹幹から林床に移行した量というのは3900から6600ベクレルパー平方メートルでした。杉人工林では11000ベクレルという結果になりました。で、この、同じ時期に、渓流水からどれぐらい出たかっていうのも測っていたんですが、これは、330から670ベクレルパー平方メートルだったので、約10倍以上の、量が林床に移動していったということが分かります。で、このことからも、セシウムの多くが森林内にとどまっているということが分かります。で、続いて、その落ちたものの、今度林床での樹木根茎での吸収について話していきます。まず森林土壌でセシウムはどのように分布しているのかということなんですが、これは、三浦さんや中西先生、のからもお話がありましたが、セシウムは主にリター層や土壌の表層に分布しています。で、森林土壌は、このように土壌は層状になっていて、表層は落ち葉がたまって、分解していく有機物層とその下に土壌層があります。で、実際の調査地の杉人工林内で取ってきた土壌の、セシウムの濃度というのを示したのがこの左の図で、今回、杉人工林内でも、表層にセシウムが蓄積していることが分かりました。そして、樹木の根というのは、地下の深いところにも行くんですが、表層でも用水分の吸収を行っていることは、用水分の吸収を行っています。で、地下部に存在するセシウムというのは、考えられる経路としては、土壌から吸収される経路と、樹皮や葉から、入り込んで、転流するものというのが混在していると考えられます。で、これらを分けて捉えるというのはなかなか難しいことです。で、今回、野外で根からのセシウムの吸収あるいは地上部からの転流を推定するためにイングロースコア法という方法を用いた実験を行ったので、その内容について紹介していきます。まずイングロースコア法というのは何かというと、これは本来、森林での地下部の炭素循環を推定するために、根の生産量または枯死量を、測るための方法です。で、これはメッシュバッグに、根を含まない土壌を詰めて、森林内に埋めて、それで、その後そのバッグ内に侵入してきた根を測ることで、ある期間内に新しく伸びた根の量を定量するという方法です。で、今回私たちはこの方法を少し変えてメッシュバッグに詰める土壌として、現場の杉林の、土壌と、また、セシウムの影響が小さいとみなされる、京都大学の演習林の杉人工林の土壌を持ってきて、それぞれ詰めました。各処理区は、試験地の土壌を詰めた方はセシウムプラス区で、京都大学の方の、土壌はセシウム0区としました。で、これを10本ずつ作って、杉人工林内に、
埋めまして、1年経った後にこのように土壌を取ってきて切り出して土壌の深度ごとに分けて、それぞれを土壌と根に分けて、根はさらに直径ごとに、2ミリ以上のものを粗根、2ミリ以下のものを細根として分け、その後セシウムの濃度を測定しました。この処理による結果の作業仮説として、このようなことを考えました。でまず、根の中のメッシュバッグに入ってきた伸びてきた根のセシウム量が、セシウムプラス区、セシウム0区両方ともあった場合は、セシウムは根からも吸収されるし、地上部からも転流してくるだろうということが考えられます。一方で根のセシウムが、セシウムプラス区ではあるけれどもセシウム0区ではない場合、セシウムは根から吸収されますが地上部からの転流はないということが考えられます。また根のセシウムが、両区とも、検出されなかった場合、根はセシウムを吸収もしないし地上部からも転流してこないということが考えられます。これを踏まえて結果を示していきます。まずイングロスコア内の、土壌のセシウム濃度を示しています。で、今回この青い方がセシウムプラス区で赤い方がセシウム0区なんですが、1年後にセシウム0区でも表層にセシウムが検出されるという結果が得られました。で、ですがこの各層においてセシウムプラス区の土壌でセシウム濃度が優位に高いということが確かめられました。で続いてイングロスコア内に新しく伸びてきた根の一番左が根の量で真ん中がそのセシウム濃度で一番右がこの根の量とセシウム濃度をかけたセシウムの量です。で今回得られた根というのは 98% が細根だったので結果では全て細根の結果を示します。細根は表層でのここの細根量から細根表層で活発に伸びているということが分かりました。さらにセシウム濃度は表層で高くそれによって細根中のセシウム量も表層で多いということが分かりました。で根の中に含まれたセシウム量はセシウム0区に比べてセシウムプラス区で約3から50倍の量が蓄積するということが分かりました。その結果から、横軸に土壌中のセシウム濃度をとって縦軸に細根中の、セシウム濃度を、プロットした場合、下図がこの図です。この図から土壌中のセシウム濃度が高いほど細根中のセシウム濃度も高いという比例関係があるということが分かりました。でこの図にこの直線を引いて直線式を求めるとこの吸収係数というのが求められました。でこの吸収係数が分かったということが今回重要でこの値が得られたことによって年間どれくらい根がセシウムを吸収しているかということを推定することができます。でまたこの切片にあたるんですがこの量が転流量に相当します。ここまでのイングロスコアの実験をまとめますと杉の根のセシウムの吸収経路として主に細根からセシウムが吸収されるということが分かりました。でセシウム0区でも結果からセシウム0区でも根の中にセシウムが認められたので地上部からの転流も考えられますが、地上部からの転流量はあるとしてもわずかであろうということが考えられます。でこれというのはセシウム0区ではセシウムを含まない土壌という想定で最初実験を行ったんですが埋設後に
セシウム0.6でもセシウムが検出されたので、吸収量があるかも、吸収をしているかもしれないということも考えられます。で、以上の私の発表をまとめますと、受管に降下したセシウムのうち、2から 12% が臨床に移行していました。でまた、土壌から、セシウムは主にサイコンから吸収されているということが確かめられました。で、樹木から臨床、このことによって、樹木から臨床から樹木という循環が起こっているということが考えられました。で今後根の吸収係数が求められたので、森林内での年間の循環量というのを推定しようと考えています。調査地を提供していただいた渡辺さんほか皆さんに感謝しています。どうもありがとうございました。